ウクライナの集中的な反撃作戦40日間攻撃は見事に成功しました。100カ所以上の目標に対する攻撃を実施。ロシア軍に対する攻撃でも2万点以上の標的に対する攻撃を行い、ロシア兵に対して5000人以上の死傷者を出す成果を上げています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ここ最近行われてきたウクライナ軍の集中的な反撃作戦の成果と今後の見通しについての解説を行います。ウクライナ軍の40日間作戦は、ロシアの戦争推移能力を大きく低減させることを目的としています。例えば、軍事力の源は何といっても国家予算であり、その国家予算に対する打撃を与えるためにも、ロシアの国家収入の大きな柱である石油関連施設への攻撃を実施し続けています。そして前線におけるロシア軍の行動力を大きく奪うためにも、最前線からその後方における輸送網に対する攻撃なども連日のように行っています。そしてロシア国内における戦争に対する無関心さを大きく揺るがすためにも、彼らロシア人の生活に直接的な打撃へとつながるような燃料不足の問題をさらに悪化させ、物流網に対する攻撃なども連続的に行っています。今回入ったニュースでは、ロシア版アマゾンワールドベリーズの物流拠点があるトゥーラ州に対する攻撃を実施、また石油関連施設ではウファに対する攻撃を実施しました。それぞれの施設どちらについてもそうなのですが、ロシア軍の防空陣地を突破しての攻撃が成功し続けています。トゥーラ州にあるワールドベリーズの物流倉庫に関しては、こちらは地元当局も認めるぐらいの大火災に発展し、施設はほぼ全焼したと見られています。こうした倉庫の炎上が始まると、地元消防局なども必死に多くの車両を出してくるのですが、一旦燃え始めるとなかなか止めることができません。何しろ倉庫内は、そのほとんどが何らかの可燃物で満たされているような状態ですから、水をかけてもかけても、もうどんどんと燃え広がる一方というわけです。ロシアのウファにある石油関連施設の炎上も、これもまた攻撃が成功しました。施設全体で見れば非常に広大な敷地に様々な施設があるわけですが、実際的に重要なのは中核となる機能パーツに対する攻撃で、それらについてロシア軍は守りきることができていません。ドローン対策として金網を張るといったことは行っているのですが、そのほとんどの場合、爆発の方が基本的には威力が勝っており、施設は炎上しています。今回攻撃を行ったウファの石油関連施設の場合だと、年間の処理能力は700から740万トンだとされています。このような様々な地域に対する攻撃を連続的に行って成果を上げているウクライナ軍、これを支えているのが、射程距離の長い大型のドローンの攻撃です。もちろん、巡航ミサイルの製造なども始まっているわけですが、数としては少ないです。ほとんどの場合、攻撃は大型のドローンにまだまだ依存している状態です。ただ、ロシア軍の防空能力は明らかに上回っている飽和攻撃を実現していることから、たとえ安い値段の大型ドローンでも十分に成果を上げていると言えるでしょう。そして、生産数が軌道に乗っているという話については、実際の数としてもロシアを大きく上回っています。当初大型ドローンの攻撃というのはロシア側の方が明らかに先行していました。何しろ、イランが開発した大型ドローンのシャヘドを原型として、ロシア国内ですぐさま量産化に着手し、実際に工場は稼働しました。イランから輸入してくる数と、ロシア自身も生産するというこの2通りの投入数で、ロシアは当初大型ドローンの攻撃で大きくウクライナを上回っていたのです。ただしそれは今や過去のものとなりました。7月の大型のドローンの投入数においては、ロシア側が5000機以下なのに対して、ウクライナ軍はその倍以上の1万2000機以上を投入するようになっています。この話についても、このチャンネルの視聴者の方であれば、前もその話は聞いたよと思うかもしれません。実際その通りだからです。すでにウクライナ軍側の方が大型ドローンの投入数に関しては上回った状態がなんと5ヶ月連続で続いています。一方でロシア側の方は生産数が明らかに頭打ちであり、数においても質においてもウクライナ軍側の方が大型のドローンの分野においては優勢な状態になりつつあります。この背景にあるのがまず第一に迎撃ドローンの能力と価格の低価格化が進んでいることです。
当初ロシア側の方の攻撃が圧倒的だったということもあって、基本的にウクライナはまずは守りを固めるというのが第一に必要なことでした。ですから迎撃ドローンの開発配備運用は圧倒的にウクライナの方が今は優勢です。ですから飛んでくるロシア側のドローンを次々と撃墜することができるようになっています。迎撃率はおおよそ 90% 以上 95% 未満の範囲内であり、実質的にロシア側の攻撃をほとんど無力化できています。この無力化できる割合が9割以上というのは、ロシア側にとっては大きな圧迫となります。なぜならば、ロシア側の方が圧倒的に費用の負担が大きいからです。ミサイルなどに比べれば大型のドローンは安いものですが、しかし、それよりももっと安い値段の迎撃ドローンで次々と撃墜されるというのであれば、費用対効果はロシア側の方が悪くなってしまいます。そもそも、攻撃する側の方がより長い射程距離と爆薬などを搭載しなければなりませんから、機体はどうやっても大型化します。ロシアはロシア中部における工場で量産化体制をとっていて、大量に大型のドローン、シャヘドを作ってはいますが、それでも値段はどうしても迎撃ドローンの10倍以上の価格になっています。ですから、価格が10倍以上高い状態で攻撃をしても9割以上それを阻止されるというのであれば、これ以上どんどんと生産数を増やすというのはロシア側にとっては旨味がないわけです。これと似たような話でロシア側の巡航ミサイルについてもおおよそ 90% 程度の撃墜率を記録しており、ロシアとしてはこうした遠距離攻撃兵器の手詰まり感といったものが強まっています。そこで今ロシアが力を入れているのがウクライナ側に迎撃能力のない弾道ミサイル攻撃にかけていることです。しかし全体の戦局に大きな影響を与えるかといえばそういったわけでもありません。なぜならば、ロシアは弾道ミサイルを用いて、ウクライナの一般市民に対する攻撃を集中的に行っているからです。この行為はまず第一に戦争犯罪です。そもそも戦争下におけるルールといったものはある程度、軍隊同士の戦いといったものを想定しており、一般人に対する無差別攻撃は当然のようにこれはやってはいけないとしてルール化しています。戦争というのはいかにも全てのルールがないかのように思われがちですが、実際にはその戦争という非常事態の中においてもやってはいけないことというのをある程度定めています。ロシア側は一般市民を付け狙って攻撃することによってウクライナの人たちの抵抗する気力そのものを奪おうとしています。ただし攻撃するときにロシア側は常に攻撃した場所は軍事施設やもしくは軍人のいた場所だと必ず嘘を言います。しかしそうした嘘を言えば何でも許されるというわけではありません。例えば先日入ったニュースでは駅で電車待ちをしていた人たちのところにロシア軍が攻撃を行いました。これらの人たちは私服姿で出勤やお出かけのための荷物しかなく、どこにも軍事用品などは身につけていません。しかしこうした攻撃においてもロシア軍はこの人たちは軍の関係者だというような形でまたしても自分たちの戦争犯罪をごまかそうとするわけです。ロシア側のこうした戦争犯罪行為については連続的に行われており、その他の戦争行為全般を報道させない効果を生み出しています。例えばダムを攻撃して下流で洪水を発生させ多くの人々を苦しめるといった行為なども行っていますが、これらについても多くのニュースの中で埋もれています。こういった話を聞くと、じゃあその弾道ミサイル防げばいいじゃないかとかなり簡単に言う人がいるわけですが、実際には攻撃する側の方が圧倒的に有利なのが現実です。例えば日本においても弾道ミサイルが飛んできたらどう対応するか、基本的にはアメリカ製のパトリオットミサイルで迎撃するというのが第一の手段となり、それ以外にどうするのかと言われたらほとんど手がないのが現実です。ウクライナの場合だと戦時下にありますから、避難施設に行きましょうといったことは言われるものの、結局のところそれは着弾することを前提とした避難であり、決して着弾する前に迎撃する手段があるわけではないわけです。欧米からの支援でパトリオットミサイルが供与されてきたウクライナですが、現在その数は枯渇状態だと言われています。ですから通算しての迎撃率は28から 30% 程度だと言われていますが、先日行われたロシア軍の弾道ミサイル攻撃に対しては迎撃率は 0%、全弾が着弾し多くの市民を殺害しました。これに対してウクライナ側も耐える中で次の反撃を準備しています。ウクライナ側は長距離射程の攻撃兵器についてはこれまで十分にありませんでした。
戦争の長期化に伴って長射程の大型のドローンの開発、製造、投入をするようになりましたし、今後は巡航ミサイル、弾道ミサイルの開発などについても準備を進めています。巡航ミサイルフラミンゴについては投入が始まってはいますが、これもまだ生産が軌道に乗っているわけではありません。今後、対弾道ミサイル対策として打ち出しているのが、パトリオットミサイルよりも価格の低い迎撃ミサイルを開発するという計画です。ウクライナの弾道ミサイル対策のミサイルはフレイヤ。特徴としては、パトリオットよりも6分の1程度の価格に抑えて量産化を目指しています。性能面については、パトリオットミサイルの超高確率の迎撃能力に比べると見劣りはします。ただし、6分の1の価格ですから、数を揃えて待ち構えるという体制をとり、一発で仕留めることができなかったとしても、2発目、3発目で仕留めることができればそれで OK という考え方です。また、この計画には、脱アメリカという大きな戦略目標もあります。欧米からの支援を受けてウクライナは戦っているわけですが、同時にアメリカの支援が今は受けられなくなっているわけで、パトリオットミサイルの入手が困難になっているのも、そこに原因があります。ですから、ヨーロッパメーカーと協力して、迎撃ミサイルフレイヤの開発を進めているところです。主にはフランス、ドイツ、イタリア、その他ヨーロッパには軍事メーカー様々ありますから、それらの国や企業と協力を行うことにより、様々な地点ですでに存在している技術やパーツなどを組み合わせることによって、完成品を作ろうというのがウクライナの計画です。この話をするとヨーロッパだけの話だなと思いがちですが、そうではありません。というのも、日本にしても弾道ミサイルの対策としてパトリオットミサイルに依存している状態ですから、ヨーロッパの弾道ミサイルが十分な性能を持つようになれば、それは新たな選択肢になるからです。ましてや、ウクライナは価格が6分の1程度に抑えるというのを目標としていますから、実際にはそこまでいかなかったとしても、パトリオットよりも安い価格で、それなりに使えるようなミサイルであれば、十分新たな選択肢になります。ましてや、ウクライナの場合だと実際に投入し始めると、とにかくロシア軍がミサイルをガンガンと撃ってくるわけですから、これに対応するために常に改良、改修が進められていきます。実戦経験で鍛えられた兵器というのは、結局のところ、机上の空論で作り上げた兵器よりも、ほとんどの場合、実際に役に立ちます。ちなみに、ウクライナ軍の攻撃が続くことによって、ロシア国内では小型製油所の導入といったものが本格的に議論されるようになりました。原油を年間何百万トンと処理できるような大型施設というのは基本的には非常に効率的に、そして環境汚染もある程度抑えることを前提とした施設です。しかし、ウクライナ軍の攻撃を受けるからといって非常に小さな施設に分散化させればそれで問題が解決するかといえばそういったわけではありません。例えばロシア国内で年間数万トンレベルでの処理を小さな機械で行おうと思えば非常に無駄が多くなってしまいます。ましてや質の面においても非常に劣悪なものになるだろうと言われています。というのも現代のほとんどのエンジンについては質の良い燃料というものを前提として作られているある意味繊細なものです。昔々のエンジンの場合だと簡素な作りで少々質が悪くても問題がなかったものについて言っても、それはあくまでも昔の話であり、今使われている安物と見られているようなエンジンですらも基本的には現代基準に合わせた燃料でなければどうしてもエンジンそのものの故障につながりやすかったり大幅な寿命の低下といったものも避けられないものとなります。さらには小さな施設だからといっても環境汚染対策といったものはどうしてもやらなければならないわけで、そうしたものを除外してしまうとあっという間にその地域全体の水質汚染といったものが進んでしまいます。実際ロシア国内ではここ最近原因不明とされるような水質汚染が広がっており、一体なぜなのかを探るための人員や予算といったものが足りないがために水道をまともに使えなくなったような地域といったものもローカルニュースとしては流れています。あくまでもこれは一地域の話であってロシア全域での話ではありませんが、小規模製油所といったものを認めればそのような騒ぎといったものが日常化する危険性もあります。しかもこうした施設の非効率的な燃料製造といったものは高コストにつながるものであり、確かに燃料不足といったものに対する対抗策としては役に立つかもしれませんが、結局のところ燃料価格そのものについては様々なところで物流や
商品の値上げへとつながるような事態を招くことでしょう。そして、ウクライナの前線地域における戦いでは、7月通算ドンバス地方におけるロシア軍の進軍は合計で9平方キロメートルだったそうです。プーチン大統領はこの結果に対し非常に不満に思っているようで、東部戦線地域のロシア軍高官の交代といったものを命じています。プーチン大統領は2022年の本格的な侵攻以降、常にドンバス地方は今年こそは完全制圧するんだと宣言しつつ、それを一度も成し遂げていません。そうやって東部戦線にこだわっている間においても、ウクライナの反撃能力は日々高まっているわけであり、ロシア軍の攻撃能力を支えるロシアの国家そのものの打撃はより深刻化していくでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルでは地上波のニュース報道ではなかなか取り上げてくれない細かな点についても戦争の今についての解説を行っています。ぜひともこれからもこのチャンネルの動画をご覧ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。